今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。謎が深まるミステリー物語で眠りの世界へと導く物語をお届けします。オリジナルストーリー4話であなたの夢への道しるべとなることを祈っています。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。朝霧に消えた秘密。坂本誠は警察署の倉庫で未解決事件のファイルを整理していた。埃をかぶった古いファイルの中から一枚の古びた報告書が目に留まった。それは20年前に起きた失踪事件の記録だった。事件は古い屋敷のある丘陵地帯で発生した。屋敷の持ち主であった裕福な実業家がある日忽然と姿を消したのだ。家族や使用人たちは必死に探したが、彼の行方は全くわからなかった。その後、屋敷は不気味な噂が立ち、誰も近づかなくなったという。誠はその報告書に引き込まれ、事件の詳細を読み進めた。奇妙な点が多く、まるで未解決のパズルのようだった。彼の心には、兄の失踪と重なる部分があり、放っておけない気持ちが芽生えた。この事件、もう一度調べてみる価値がありそうだ。誠はそうつぶやき、決意を固めた。翌日、誠は丘陵地帯に向かった。道中、霧が立ち込め、視界が悪くなっていった。やがて、木々の間から古い屋敷のシルエットが浮かび上がる。屋敷はかつての豪華さを失い、廃墟と化していた。誠は慎重に屋敷の門を押し開け、中に足を踏み入れた。内部は薄暗く、埃が舞っていた。家具や絵画はそのまま放置され、時が止まったかのような雰囲気が漂っていた。ここがあの事件の現場か。誠は静かにつぶやいた。屋敷の中を歩き回るうちに、誠は不気味な物音や影を感じ始めた。まるで誰かに見られているような気配に、不安が胸をよぎる。しかし、その不安を押し殺し、調査を続けることにした。誠は書斎に足を踏み入れ、机の引き出しを開けた。そこで、古びた手紙の束を見つけた。手紙の内容は暗号のようで、すぐには解読できなかったが、事件に関する重要な手がかりが含まれていると感じた。これが鍵になるかもしれない。誠は手紙を大事にポケットにしまい、屋敷の探索を続ける決意を新たにした。坂本誠は、手紙の束を手にしながら、屋敷のさらなる探索を開始した。手紙の内容が解読できるかどうかはまだわからなかったが、それが事件解明の重要な手がかりになることを直感的に感じていた。彼は書斎を後にし、他の部屋へと足を運んだ。廊下を歩いていると、再び不気味な物音が耳に届いた。誠は慎重に音の方向を探り、ついに古い扉の前に立ち止まった。扉はギシギシと音を立てて開き、彼は一歩ずつその部屋に入った。部屋の中は薄暗く、まるで時が止まったかのように静寂が支配していた。その瞬間、誠の目に入ったのは、壁にかけられた一枚の写真だった。写真には、事件の中心人物である実業家とその家族が写っていた。家族の笑顔が時の流れとともに色あせているように見えた。その写真に見覚えのある人物が写っていたことに、誠は驚きを隠せなかった。これは、兄さん。誠は驚愕の声を漏らした。彼の兄は、あの失踪事件と何らかの関係があるのだろうか。誠の胸に新たな疑問が浮かび上がった。
写真を見つめながら、誠は部屋の中をさらに調べることにした。すると、古い本棚の後ろに隠された扉を発見した。扉は他の部屋と同じように古びていたが、その背後に何か重要なものが隠されている気がした。誠は慎重に扉を開き、中に足を踏み入れた。そこには、以前の部屋とは違う冷たい空気が流れていた。部屋の中央には、大きな机があり、その上には大量の書類や古い地図が広げられていた。誠は机に近づき、書類の一つを手に取った。書類には暗号のような文字が並んでいたが、手紙と同じく重要な手がかりであると感じた。誠は書類をじっくりと調べ、暗号の解読を試みた。書類には、屋敷の地下室への隠された通路の場所が記されていることが分かった。地下室か。誠はその場所へ向かうことを決意した。彼は再び廊下に出て、屋敷の奥へと進んだ。階段を下り、地下室への扉の前に立ち止まる。扉は重く、錆びついていたが、誠は力を込めて開けた。地下室の中は冷たく、湿った空気が漂っていた。誠は懐中電灯の光を頼りに、地下室の奥へと進んだ。壁には古い絵画や棚が並んでおり、床には埃が積もっていた。その時、誠は何かが動いたような気配を感じた。振り返ると、暗がりの中に影が揺らめいていた。誠は懐中電灯を向け、影の正体を確かめようとしたが、影は瞬く間に消えてしまった。一杯。何なんだ。誠は独り言をつぶやきながら、地下室の奥へと進んだ。地下室の奥には、鉄の扉があり、その扉の前には古い鍵がかけられていた。誠は鍵を手に取り、扉を開けると、そこには一枚の古い写真と日記が置かれていた。写真には、再び兄の姿が写っていた。誠は写真と日記を手に取り、日記を読み始めた。日記には、失踪事件の詳細が書かれており、兄の存在が重要な鍵であることが明らかになった。日記の最後には、真実を知る者へ、という言葉が書かれていた。誠は全てを理解したわけではなかったが、兄の失踪と屋敷の秘密が深く関わっていることを確信した。彼は日記と写真を手に、地下室を後にすることにした。坂本誠は、兄の失踪と屋敷の秘密が密接に関わっていることを確信しつつ、日記と写真を手に地下室を後にした。屋敷の外に出ると、霧が一層濃くなり、視界がほとんど効かなくなっていた。誠は一旦自宅に戻り、手に入れた手がかりをじっくりと整理することにした。自宅に戻った誠は、まず日記の内容を再度確認した。日記には、兄が失踪事件に巻き込まれた経緯が詳細に記されていた。兄は、実業家の秘書として屋敷で働いていたことが判明した。彼は、実業家が何らかの秘密を持っていることに気づき、その秘密を探るうちに行方不明になったらしい。誠は、兄が書いた日記の一部に興味を惹かれた。その一節には、地下室の奥にある部屋で、何かを見た、と書かれていた。さらに、霧の日に現れる影、とも記されており、誠が屋敷で感じた不気味な気配と一致していた。翌日、誠は再び屋敷に向かうことを決意した。彼はしっかりと準備を整え、再調査に臨んだ。屋敷に到着すると、再び地下室に向かった。地下室の奥にある部屋を詳しく調べることで、兄の行方と事件の真相に近づけるはずだった。地下室に入ると、誠は慎重に奥の部屋へと向かった。前回発見した鉄の扉の先には、さらに深い秘密が隠されていると感じた。扉を開け、中に足を踏み入れると、冷たい空気が一気に押し寄せてきた。
部屋の中は薄暗く、まるで時間が止まったかのように静寂が支配していた。誠は懐中電灯の光を頼りに、部屋の隅々まで調べ始めた。壁には古い地図や設計図がかけられており、床には埃をかぶった箱がいくつも置かれていた。誠はその中の一つの箱を開け、中身を確認した。箱の中には、古い書類や写真が大量に詰め込まれていた。その一枚の写真には、兄が写っており、彼の背後には不気味な影が映り込んでいた。この影、一体何なんだ？誠はその写真を手に取り、さらに調査を続けることにした。部屋の奥に進むと、もう一つの小さな扉が見つかった。誠はその扉を開け、中に足を踏み入れた。そこには、さらに深い秘密が隠されている気がした。部屋の中には、古びた机があり、その上には何冊もの日記やメモが積まれていた。誠はその日記を手に取り、ページをめくった。そこには、実業家の書いた記録が綴られており、彼が持っていた秘密の詳細が書かれていた。その秘密とは、屋敷の地下に隠された古代の財宝に関するものだった。実業家は、その財宝を手に入れるために様々な手段を使い、最終的には命を落としたらしい。兄もその財宝を探るうちに、命を狙われたのだろう。誠は日記の内容を読み進め、事件の全貌が徐々に明らかになっていくのを感じた。兄さんは、この財宝を探していたんだな。誠はつぶやきながら、手がかりをさらに探ることを心に決めた。その時、不気味な影が再び誠の前に現れた。影はまるで生きているかのように動き出し、誠の方に向かってきた。誠は懐中電灯をしっかりと握りしめ、影の正体を突き止めるために立ち向かう。坂本誠は、再び現れた不気味な影に立ち向かう決意を固めた。影はゆっくりと動き出し、まるで誠を試すかのように近づいてきた。彼は懐中電灯の光を影に向け、その正体を確かめようとしたが、影は巧妙に光を避けるように動いた。ここで引き下がるわけにはいかない。誠は心の中でそうつぶやきながら、影を追いかけた。影は部屋の奥にある小さな隠し通路へと逃げ込んだ。誠は迷わずその通路を進み、影の後を追った。通路は狭く、薄暗い。誠は慎重に足を進めながら、壁に手を当てて進んだ。やがて、通路の先に光が見え始めた。誠はその光の方向に向かい、通路を抜けると、広い地下の空間に出た。その空間には、古びた石の祭壇があり、周囲には古代の遺物や彫刻が並んでいた。誠は驚きとともに、その光景を見つめた。ここが、実業家が命を懸けて探し求めた財宝の眠る場所なのだろうか。これが、真実か。誠は息を飲みながら、祭壇に近づいた。その時、不気味な影が再び現れ、誠の前に立ちはだかった。影はまるで生きているかのように動き、その正体を隠そうとしているようだった。誠はその影に対し、強い意志で立ち向かった。お前は誰なんだ？なぜ兄を失踪させたんだ？誠は強い声で問いかけた。影は一瞬動きを止め、そして徐々にその姿を現した。それは、誠の兄、坂本雄一の姿だった。誠は驚愕とともに、兄の姿を見つめた。兄さん。誠は信じられない気持ちで声をかけた。誠、すまない。私はここで、この財宝の秘密を守るために囚われていたんだ。雄一は悲しげな表情で語り始めた。どういうことだ？誠は混乱しながらも、話を聞いた。雄一は、実業家がこの財宝を手に入れるために多くの犠牲を払ったこと、
その犠牲の一つが自分だったことを明かした。実業家は財宝を手に入れるために多くの人々を巻き込み、その結果、雄一も命を落としたのだ。しかし、その後、雄一の魂はこの財宝を守るためにここに留まることを余儀なくされた。誠、君がここに来てくれたことで、私はやっと解放されることができる。君が真実を明かし、この財宝を正しい場所に戻すことができると信じている。雄一はそう言い残し、徐々に姿を消していった。誠は兄の言葉に涙を浮かべながら、祭壇の上にある古代の遺物を見つめた。彼は兄の意志を継ぎ、この財宝を正しい場所に戻す決意を固めた。兄さん、必ずやり遂げるよ。誠はそう誓い、地下の空間を後にした。その後、誠は地元の歴史家や考古学者と協力し、財宝を正しい場所に戻すための手続きを進めた。兄の魂は安らぎを得て、屋敷にまつわるすべての謎が解き明かされた。坂本誠は、兄の意志を継いで財宝を正しい場所に戻したことで、屋敷にまつわるすべての謎が解き明かされた。地元の歴史家や考古学者たちの協力により、古代の財宝は博物館に展示され、一般公開されることとなった。多くの人々がその歴史と秘密に驚嘆し、誠の功績は広く知られるようになった。しかし、誠の心の中にはまだ整理しきれない感情が残っていた。兄の失踪の真相を解明し、彼の魂を解放したことで安心感を得た一方、自分自身の人生について深く考えるきっかけとなった。彼はこれまでの自分の人生を振り返り、新たな目標を見つける必要があると感じていた。ある日、誠は兄の墓を訪れ、静かに手を合わせた。風が優しく吹き抜け、木々の葉が囁くように揺れていた。誠は心の中で兄と対話し、自分の新たな決意を告げた。ミーさん、君のことをずっと忘れないよ。そして、これからも君の意志を継いで、正しいことを成し遂げていく。僕はもう迷わない。新たな人生を歩んでいくよ。誠はそう誓い、心の中で兄に別れを告げた。誠は警察署に戻り、これまでとは違う視点で仕事に取り組むようになった。彼は未解決事件に再度取り組むことを決意し、これまで以上に熱心に調査を続けた。その姿勢は周囲の同僚にも影響を与え、署内の雰囲気も変わっていった。そして、数ヶ月が過ぎたある日、誠は新たな事件の調査に着手した。それは、町外れの廃工場で起きた失踪事件だった。誠は再び謎に満ちた現場に足を運び、調査を開始した。廃工場の中は薄暗く、静寂が支配していた。誠は慎重に歩を進めながら、現場の細かな手がかりを見逃さないように注意を払った。その時、ふとした拍子に誠の目に留まったのは、古びた手紙の束だった。手紙の内容を読み進めると、そこには驚くべき事実が記されていた。実業家の財宝に関わる新たな秘密が明らかになり、誠は再び事件の深い闇に引き込まれていった。しかし、彼は決して諦めなかった。兄の教えと、自身の強い意志を胸に、真実を追求し続けた。誠の努力は実を結び、新たな真相が明らかになるにつれて、多くの人々が救われていった。彼の名前は広く知られるようになり、その功績は高く評価された。しかし、誠は決しておごることなく、常に謙虚な姿勢を保ち続けた。坂本誠の新たな人生は、兄の意志と共に歩む道であり、彼自身の成長と変化の物語でもあった。彼はこれからも、数々の謎を解明し、真実を追い求めることで、多くの人々の心に希望を与え続けるだろう。
窓辺に咲く謎。田中舞は小さな地元新聞社で記者として働いていた。彼女の母親が亡くなったのは10年前。謎の植物中毒によるもので、その原因は今も解明されていない。舞は母親の死の真相を探るため、記者となった。ある日、舞は市街地から少し離れた場所にある歴史ある植物園の取材に出かけた。植物園には、珍しい植物が数多く育てられており、特にその温室は美しいステンドグラスの窓が特徴的だった。温室の中を歩き回っていると、一輪の奇妙な花が目に留まった。花は通常の植物とは異なり、異様な輝きを放っていた。舞はその花が気になり、近づいて観察した。この花、一体何なんだろ舞はそうつぶやきながら、花に触れてみた。すると、その瞬間、頭の中に強烈な痛みが走った。舞は驚きとともに手を引っ込め、花から離れた。その晩、舞は自宅で奇妙な夢を見た。夢の中で、母親が笑顔で立っており、その背後には温室の花が咲き乱れていた。母親は何かを伝えようとしているように見えたが、言葉は聞こえず、ただ笑っているだけだった。翌朝、舞は目覚めると同時に、母親の死に関連する何かがこの植物園にあると直感した。彼女は再び植物園に向かい、温室での調査を続けることを決意した。温室に戻った舞は、花の周囲を調べ始めた。そこには古い日記の一部が落ちており、舞はそれを拾い上げた。日記には、かつてこの温室で行われた実験の記録が書かれていた。実験。この花に関するものなのか。舞は日記を読み進めるうちに、次第に母親の死の真相に近づいていることを感じた。彼女は温室の管理人に話を聞くことにした。管理人は、温室で過去に行われた実験について詳しくは知らないと言ったが、その実験が奇妙な現象を引き起こしていたことを覚えていると話した。舞はさらに調査を進めるため、植物園の記録室に向かった。そこで見つけたのは、さらに古い日記と写真だった。写真には、かつてこの温室で働いていた研究者たちが写っており、その中に母親の姿もあった。母さんもここで働いていたのか。舞は驚きとともに、さらに深く調査を進める決意を固めた。田中舞は、奇妙な花を発見してからというもの、周囲で不可解な現象が起こり始めた。温室の中を歩いていると、何かが舞を見ているような気配を感じることが増えた。また、花に触れた人物が次々と体調を崩し、植物園のスタッフたちも不安を抱き始めていた。これはただの偶然じゃない。舞はそう確信し、さらなる調査を進めることにした。彼女は植物園の管理人に再び話を聞くことにした。管理人は困惑した様子で話し始めた。最近、この花の周りでおかしなことが起こるんです。スタッフも何人か具合が悪くなって。管理人の話を聞いた舞は、被害者たちの共通点を調べることにした。舞は植物園の記録を調査し、体調を崩した人物たちが特定の時間帯に温室を訪れていたことを突き止めた。皆、同じ時間にここに来ている。これは何かの手がかりかもしれない。舞はそう考え、その時間帯に温室を訪れることに決めた。ある夜、舞は温室に忍び込み、指定された時間帯に調査を始めた。温室は昼間とは異なり、暗闇に包まれていた。舞は懐中電灯を持ちながら、慎重に歩を進めた。突然、背後で何かが動く音が聞こえた。舞は驚いて振り返るが、誰もいない。心臓が高鳴り、冷や汗が流れる。
舞は深呼吸をして落ち着きを取り戻し、調査を続けた。やがて、舞は温室の奥で奇妙な光を見つけた。その光は、あの奇妙な花から発せられているものだった。舞は懐中電灯を消し、慎重に近づいた。花の前に立つと、その光はますます強くなり、周囲の植物も光を放ち始めた。舞はその異常な光景に驚きつつも、手を伸ばして花に触れてみた。すると、再び強烈な痛みが走り、舞は地面に倒れ込んだ。痛みが和らぐと、舞は目の前に映し出された光景に驚いた。それは、母親がこの温室で研究をしている姿だった。母親は熱心にノートに何かを書き込み、その後ろには奇妙な装置が設置されていた。これは実験だわ。舞はその光景を見つめながら、母親の研究内容を理解しようと過ごしたりしていたことが共通していた。しかし、光景は突然消え、舞は現実に引き戻された。一体何が起こっているの？舞は頭を抱えながら、再び立ち上がった。彼女はこの奇妙な現象の原因を突き止めるため、さらなる調査が必要だと感じた。翌日、舞は再び植物園の記録室に向かい、母親の研究に関する詳細を探し始めた。古い書類や写真を調べるうちに、母親が行っていた実験が何らかの形でこの奇妙な花に関係していることを突き止めた。母さんの研究が、この花の秘密を解き明かす鍵かもしれない。舞はそう確信し、調査を続けることを決意した。田中舞は、奇妙な現象により体調を崩した被害者たちの共通点をさらに深く調査することに決めた。特定の時間帯に温室を訪れた人々がなぜ同じような症状を呈しているのか、その原因を突き止める必要があった。舞はまず、被害者たちにインタビューを行い、彼らが温室を訪れた際にどのような行動をとっていたのかを詳しく聞き出した。被害者たちは皆、奇妙な花に触れたり、その周囲で長時間過ごしたりしていたことが共通していた。皆、同じように花に近づいていた。これは重要な手がかりだわ。舞はそう考え、さらに調査を進めるために植物園の記録室に戻った。記録室で舞は、温室で行われていた実験に関する詳細なデータを探し始めた。やがて、母親の手による古い研究ノートを発見した。ノートには、母親が行っていた実験の詳細と、その目的が綴られていた。母親の実験は、特定の植物が持つ癒しの力を増幅させることを目的としていた。しかし、実験の過程で予期せぬ副作用が発生し、植物が異常な力を持つようになったことが記されていた。その結果、植物は人間に対して奇妙な影響を及ぼすようになったのだ。母さんの実験が、こんな結果を招くとは。舞はノートを読み進めながら、母親の苦悩と葛藤を感じ取った。次に舞は、被害者たちが訪れていた時間帯に再び温室に向かい、具体的な調査を行うことにした。夜間に温室を訪れると、再び奇妙な現象が発生した。舞は花の周囲で光が放たれるのを目撃し、その光が植物全体に影響を与えていることに気づいた。この光が原因なのかもしれない。舞はそう考え、光を発している花に近づいた。花に触れた瞬間、再び強烈な痛みが舞を襲った。しかし、今回は痛みとともに、花が発する光が何らかのメッセージを伝えようとしていることに気づいた。舞は必死に痛みに耐えながら、そのメッセージを解読しようとした。すると、花の光が舞に語りかけてきた。母の実験は失敗した。しかし、その研究を続けることで、この花の力を制御する方法を見つけることができる。舞はその言葉に驚きながらも、
母親の研究を続ける決意を固めた。翌日、舞は再び記録室に戻り、母親のノートをさらに詳しく調べ始めた。ノートには、鼻の力を制御するための試みが記されていた。母親は鼻の力を逆転させるために、特定の薬品と植物の組み合わせを試みていたのだ。舞は母親の研究をもとに、実験を再現することにした。彼女は必要な薬品と植物を集め、温室で実験を開始した。実験は困難を極めたが、舞は母親の意思を継いで、最後まで諦めずに取り組んだ。数日後、舞はついに成功した。鼻の力を制御する方法を見つけ出し、奇妙な現象を引き起こす原因を取り除くことができた。彼女はこの結果を植物園の管理人や被害者たちに報告し、すべての謎が解明された。これで母さんも安らかに眠ることができる。舞はそうつぶやきながら、母親の研究を終わらせることができたことに感謝の気持ちを抱いた。田中舞は、奇妙な花の力を制御する方法を見つけたことで、植物園に一時的な平和が戻った。しかし、彼女の調査はまだ終わっていなかった。母親の研究ノートに記されていたもう一つの謎、秘密の実験の詳細を明らかにする必要があった。前は温室で行われた秘密の実験が、ただの失敗にとどまらない重大な問題を引き起こしていることを感じていた。そこで、彼女はさらに深く掘り下げて調査を続けることにした。まず、植物園の古い記録や過去の研究者たちの証言を集めることから始めた。ある日、前は植物園の管理人から驚くべき情報を得た。管理人はかつての園長が、温室の地下に隠された実験室を持っていたことを話した。前はその実験室が事件の核心に迫る手がかりとなることを直感し、管理人にその場所への案内を頼んだ。管理人は躊躇しながらも、最終的には舞を信頼し、秘密の実験室への入り口を教えた。入り口は温室の奥に隠されており、古びた扉の向こうに続いていた。舞は懐中電灯を持ち、慎重にその扉を開けた。地下へと続く階段を降りると、冷たい空気が舞を包み込んだ。階段の先には広い地下室が広がっており、そこには古い実験器具や書類が散乱していた。舞は慎重に歩を進め、実験室の中心にある大きな机に目を留めた。机の上には、母親が使用していたと思われるノートやメモが積まれていた。舞はそのノートを手に取り、ページをめくり始めた。そこには、実験の詳細とともに、母親の苦悩と葛藤が綴られていた。この実験は人間の生命力を植物に移す試みだったのか。舞は驚きとともに読み進めた。母親の研究は、植物の持つ癒しの力を最大限に引き出すことを目的としていたが、その過程で生命力を奪う危険な実験に発展していたのだ。舞は母親の苦悩と、研究が失敗に終わった理由を理解し始めた。母親はその失敗を隠すために、実験室を封印し、誰にも語らなかったのだ。しかし、奇妙な花の力はその実験の結果として生まれたものであり、完全に制御するためにはさらなる研究が必要だった。舞は地下室で見つけた資料をもとに、母親の研究を完成させる決意を固めた。彼女は植物園のスタッフと協力し、再び実験を開始した。今回の目標は、植物の力を安全に引き出し、人々に癒しをもたらすことだった。実験は慎重に進められ、舞は母親の研究ノートを参考にしながら、細心の注意を払って作業を続けた。数週間にわたる試行錯誤の末、ついに成功を収めた。奇妙な花の力を完全に制御し、安全に活用する方法を見つけ出したのだ。
前はこの成果を植物園の管理人やスタッフに報告し、全員で祝福し合った。奇妙な花は、もはや人々に害を与えることなく、美しい癒しの花として生まれ変わったのだ。これで、母さんの研究も報われる。前はそうつぶやきながら、心の中で母親に感謝の気持ちを伝えた。田中舞は、母親の研究を完成させ、植物園に再び平和が訪れたことに安堵していた。しかし、彼女の心の中にはまだやり残したことがあった。それは、この奇妙な花の力を正しく活用し、植物園の再生プロジェクトを提案することであった。前は植物園の管理人やスタッフたちと協力し、新たなプロジェクトを立ち上げることにした。プロジェクトの目標は、植物園全体を癒しの場として再生し、多くの人々に安らぎと癒しを提供することだった。まず、前は植物園のデザインを一新し、訪れる人々がリラックスできる空間を作り上げるための計画を立てた。彼女は植物学の専門家やデザイナーと協力し、温室や庭園に新たな植物や花を取り入れることにした。特に、奇妙な花の力を生かしたエリアを設けることに重点を置いた。この花は、正しく制御されれば驚くべき癒しの力を持っているため、訪れる人々に大きな感動を与えることができると考えたからだ。プロジェクトの進行は順調で、植物園は徐々に新たな姿に生まれ変わっていった。前は毎日忙しく働きながらも、母親の意思を継いでこのプロジェクトを成功させるために全力を尽くした。やがて、再生プロジェクトは完成し、植物園は新しいオープンの日を迎えた。多くの人々が訪れ、美しく生まれ変わった温室や庭園を楽しんだ。特に奇妙な花のエリアは、多くの訪問者から絶賛された。この花、本当に不思議な力を持っているのね。訪問者たちは口々にそう言いながら、花の美しさと癒しの力に感動していた。前はその光景を見ながら、心の中で母親に感謝の気持ちを伝えた。母さん、あなたの研究は多くの人々に癒しをもたらしているわ。ありがとう。前はそうつぶやき、静かに微笑んだ。プロジェクトの成功により、植物園は再び活気を取り戻し、多くの人々が訪れる人気スポットとなった。前はその後も植物園で働き続け、母親の研究をさらに発展させるための新たな挑戦を続けた。彼女の努力と献身は、やがて広く知られるようになり、多くの人々から尊敬と称賛を受けることとなった。しかし、前は決しておごることなく、常に謙虚な姿勢で仕事に取り組み続けた。田中舞は、母親の意思を継ぎ、植物園を癒しの場として再生させることに成功したことで、心の平穏を取り戻した。そして、これからも多くの人々に癒しと安らぎを提供するために、新たな冒険を続けていく決意を固めたのだった。夜行列車の旅人。クララ・サンチェスは、高価なオリエント急行の出発を控えていた。彼女はフリーランスのジャーナリストで、世界中を旅しながら様々な事件や出来事を取材してきた。今回の旅の目的は、列車内のエレガントな雰囲気を記事にすることだった。しかし、その出発前に謎のメッセージが届いたことで、彼女の計画は大きく変わることになる。メッセージには、オリエント急行で重要な人物と会う必要がある、と書かれていた。送り主は不明だが、クララはそのメッセージに強い興味を抱いた。何か大きな出来事が起こる予感がしたのだ。一体、誰が私にこのメッセージを送ってきたのだろう。
クララはそう考えながら、荷物をまとめて列車に乗り込んだ。列車は美しい装飾と豪華な設備で知られており、クララはその雰囲気に一瞬心を奪われた。しかし、彼女の心はメッセージの謎を解くことでいっぱいだった。列車が静かに発車すると、クララは指定された人物を探し始めた。車内を歩き回りながら、周囲の乗客たちを観察した。様々な国籍や背景を持つ人々が集まっており、彼女の探求心を刺激した。やがて、クララは一人の怪しげな乗客に目を留めた。その男は落ち着きなく周囲を見回し、他の乗客とは異なる雰囲気を醸し出していた。クララはその男がメッセージの送り主かもしれないと考え、接触を試みることにした。こんにちは。何かお困りですか？クララは丁寧に声をかけた。男は驚いたように顔を上げ、クララの方を見た。いえ、何でもありません。ただ、少し気になることがあって。男はそう言いながら、クララに視線を合わせた。実は、私も何か気になることがあって、あなたにお話を伺ってもよろしいですか？クララは微笑みながら尋ねた。男は一瞬戸惑ったが、やがてうなずいた。もちろん、どうぞ。男は静かに答えた。クララは男と共に食堂車へ向かい、静かな場所を見つけて座った。彼女は男にメッセージのことを話し、その内容について尋ねた。男はしばらく黙っていたが、やがて重い口を開いた。実は、私も同じようなメッセージを受け取ったんです。男はそう言いながら、小さな紙片を取り出した。クララが受け取ったメッセージと同じ内容が書かれていた。一体、何が起こっているのでしょうか？クララは驚きながら尋ねた。男は深く息をつき、彼の話を続けた。私はある事件を調査していて、その手がかりがこの列車にあると思われるんです。あなたも同じような目的でここにいるのでしょうか？男はクララに問いかけた。ええ。私もこの列車で何か大きな事件が起こる予感がして。クララはそう答えた。二人は互いの情報を共有し、共に調査を進めることに決めた。クララと男は、列車内の謎を解明し、送り主の意図を突き止めるための冒険に乗り出したのだった。クララと男、名前をアルベルトという。その二人は、オリエント急行の豪華な食堂車で作戦を練ることにした。列車は優雅に揺れながら進み、窓の外には美しい風景が広がっていたが、二人の心は謎のメッセージに占められていた。まず、他の乗客たちの中に怪しい人物がいないか探しましょう。クララは提案した。アルベルトはうなずき、二人は食堂車を出て、それぞれの車両を歩き回ることにした。クララは一等車両、アルベルトは二等車両を担当することにした。クララは慎重に乗客たちを観察しながら、話を聞くチャンスを伺った。すると、一人の中年女性が目に留まった。彼女は落ち着かない様子で、何度も時計を見ていた。こんにちは。素敵な旅ですね。クララは自然な感じで声をかけた。女性は驚いた様子で顔を上げ、クララを見た。ええ、そうですね。でも、ちょっと緊張していて。女性は微笑みながら答えた。何か心配事でも？クララは尋ねた。実は、大事な取引があるんです。この列車である人物と会う予定で。女性は少し声を低くして答えた。その取引相手が誰か、ご存知ですか？クララはさらに尋ねた。いいえ、顔も知らないんです。ただ、指定された場所で待つように言われただけで。女性はため息をついた。クララはその情報を聞いて、ますます疑念を深めた。取引の内容について、教えていただけますか？彼女は慎重に聞いた。
詳細はまだわからないんです。ただ、大きな契約に関わるもので、私のキャリアにとって非常に重要なんです。女性は答えた。わかりました。ありがとうございました。お互い、気をつけましょうね。クララは礼を言い、その場を後にした。その後、クララはアルベルトと再会し、彼が2等車両で得た情報を共有することにした。アルベルトも同様に、怪しげな人物と話をしていた。彼の話によれば、その人物もまた同じような取引に関与しているらしい。どうやら、この列車には複数の人物が関わる大きな取引が行われているようですね。アルベルトは推測した。ええ。そしてその取引の内容が何か、とても気になります。クララはうなずいた。二人は再び列車内を調査することにした。今回は協力して、怪しい人物たちの行動を監視、手がかりを詰めることに集中することにした。夜が更け、列車は暗闇の中を進んでいく。クララとアルベルトは交代で監視を続け、怪しい人物たちの動きを追った。やがて、クララは食堂車で一人の男が他の乗客と何かを話しているのを目撃した。アルベルト、あの男を見て。クララは小声で呼びかけた。彼がメッセージの送り主かもしれない。アルベルトはうなずいた。二人は静かにその男に近づき、会話の内容を聞き取ろうとした。男は小声で話しており、内容をはっきりと聞き取ることは難しかったが、断片的に、契約、秘密、取引、などの単語が聞こえた。どうやら何か大きな取引が行われるようですね。クララはそう囁いた。私たちの調査を続けましょう。きっと真実に近づけるはずです。アルベルトは決意を新たにした。クララとアルベルトは、さらに調査を進めるために列車内の様々な場所を探索することにした。彼らは、怪しげな人物たちの行動を監視し続け、その行動パターンを把握するために多くの時間を費やした。ある日、クララは食堂車で一人の女性と会話を交わすことに成功した。彼女の名前はリディアで、同じように怪しげな人物たちに疑念を抱いているという。リディアはヨーロッパを旅する作家で、彼女もまた何か大きな取引が行われていることに気づいていた。私も何かおかしいと思っていたんです。リディアはクララにそう話した。リディアさん、私たちと協力して調査を進めませんか？クララは提案した。リディアは少し考えた後、うなずいた。もちろん、協力させてください。リディアは答えた。三人は一緒に怪しげな乗客たちの行動を監視、手がかりを詰めることにした。彼らは情報を共有し合い、次第に全貌を明らかにし始めた。ある晩、クララとリディアは怪しげな乗客が深夜に車両を移動しているのを目撃した。彼らは静かに尾行し、その人物が一つの個室に入るのを確認した。クララはアルベルトに連絡し、彼もその場に合流した。ここに何か重要な手がかりがあるかもしれません。クララは小声で言った。慎重に行動しましょう。アルベルトはうなずいた。三人は個室のドアに近づき、耳を澄ませた。中からは低い声での会話が聞こえてきた。暗号を解読したら、次の駅で受け渡しだ。一人の男の声が聞こえた。わかった。慎重に進めよう。別の声が応じた。クララはその会話に興味を抱き、リディアに合図を送った。リディアは持っていたメモ帳を取り出し、聞こえた会話の内容をメモし始めた。暗号を解読している。それが手がかりになるかもしれない。クララはそう考えた。その後、三人は再び集まり、メモした内容を共有した。彼らは暗号についての情報を集め、解読するための手がかりを探し始めた。
数日後、クララは偶然にも怪しげな乗客の荷物から暗号化されたメモを発見した。彼女はアルベルトとリディアにそのメモを見せ、3人で暗号を解読することにした。これはかなり複雑な暗号ですね。リディアはメモを見ながら言った。でも、きっと解読できるはずです。アルベルトは決意を込めて言った。3人は協力して暗号を解読し、その内容が重要な情報を示していることを知った。暗号には、列車内で計画されている陰謀に関する詳細が記されていた。彼らはその情報をもとに、次の行動を計画した。私たちがこの陰謀を阻止しなければなりません。クララは決意を込めて言った。そうですね。私たちの行動が列車内の乗客たちの安全を守ることになるでしょう。アルベルトはうなずいた。3人は陰謀を阻止するために、さらに詳しい調査を進めることにした。列車内での危険な人物たちの動きを監視し、計画を阻止するための準備を整えた。クララ、アルベルト、リディアの3人は暗号を解読し、列車内で計画されている陰謀の全貌に近づいていた。彼らは怪しげな乗客たちが次の駅で重大な取引を行う予定であることを知った。私たちはこの取引を阻止しなければなりません。クララは決意を新たに言った。その通りです。まずは取引の具体的な内容をつかむ必要があります。アルベルトは同意した。では、私はその取引の現場に潜入して、取引内容を確認してみます。リディアが提案した。3人は計画を立て、リディアが取引現場に潜入することに決めた。クララとアルベルトはそれぞれ別の場所で監視を行い、リディアをサポートすることにした。次の駅に近づくにつれ、緊張が高まっていった。列車はゆっくりと駅に到着し、乗客たちが下車する中、リディアもその一人として紛れ込んだ。クララとアルベルトはそれぞれの監視ポイントに向かい、リディアの動きを見守った。リディアは慎重に取引現場に近づき、怪しげな乗客たちが何をしているのかを確認した。彼らは何かの書類を交換し、短い会話を交わしているようだった。リディアはその様子を細かく観察し、重要な手がかりをつかもうとした。取引は間もなく行われる。リディアは心の中でそうつぶやきながら、さらに近づいた。その瞬間、一人の男がリディアに気づき、警戒を強めた。リディアは冷静さを保ちながら、気づかれないようにその場を離れた。彼女はクララとアルベルトに合流し、見たことを伝えた。取引は間もなく行われるようです。彼らは何か重要な書類を交換していました。リディアは息を整えながら言った。その書類が取引の鍵となるはずです。私たちも行動を起こさなければ。クララは決意を込めて言った。3人は計画を再確認し、取引を阻止するための具体的な手順を整えた。彼らはそれぞれの役割を果たし、取引が行われる瞬間を待った。ついにその時が来た。列車は次の駅に到着し、怪しげな乗客たちが動き始めた。クララとアルベルトは彼らの動きを監視。リディアは再び潜入して取引の現場を確認した。今だ。クララはタイミングを見計らい、アルベルトと共に取引現場に突入した。彼らは驚きとともに取引を中断させ、重要な書類を押収した。これは一体。怪しげな乗客たちは驚きと混乱の中、抵抗を試みたが、クララとアルベルトの迅速な行動により、すぐに制圧された。リディアも駆けつけ、押収した書類を確認した。それは、大規模な金融詐欺に関する証拠であり、国際的な犯罪組織が関与していることを示していた。これで、全てが明らかになりました。クララは安堵の表情を浮かべた。
私たちの行動が犯罪を未然に防ぐことができましたね。アルベルトも同意した。3人はその後、押収した証拠を持って警察に報告し、事件の全貌を明らかにした。犯罪組織は解体され、関係者は逮捕された。クララは、この成功を記事にまとめ、世間に発表することにした。彼女はリディアとアルベルトに感謝の気持ちを伝え、3人の協力があってこそ、この事件を解決することができたと感じた。これからも真実を追い求めるために旅を続けます。クララはそう決意を新たにし、次の冒険に向けて歩み出した。クララ・サンチェスは、オリエント急行の旅を通じて解決した事件を記事にまとめるため、しばしの時間を費やした。彼女の執筆は鋭く、詳細にわたって事件の全貌と、自身と仲間たちの活躍を描いた。記事が世に出ると、彼女の名前は一躍有名になった。列車の旅が終わりに近づく頃、クララはリディアとアルベルトと共に最後のディナーを楽しんでいた。豪華な食堂車での食事は、旅の疲れを癒し、次の冒険へのエネルギーを充電するためのものだった。クララ、あなたの記事は素晴らしいですね。事件の真相がこれほど早く明らかになるとは思っていませんでした。リディアは微笑みながら言った。ありがとう。リディア。あなたとアルベルトの助けがなければ、成し遂げることはできなかったわ。クララは感謝の気持ちを込めて答えた。私も、この旅で多くを学びました。次の挑戦に向けて、また頑張ろうと思います。アルベルトは決意を新たにしていった。食事を終えた3人は、列車のデッキに出て、星空を見上げた。夜空には無数の星が輝き、列車の窓から見える景色はまるで夢のようだった。次はどこに行くの？リディアが尋ねた。まだ決めていないけれど、世界中にはまだまだ解決すべき謎がたくさんあるわ。クララは笑顔で答えた。その通りですね。私たちの旅は終わりではなく、また新たな始まりです。アルベルトも微笑んだ。クララはリディアとアルベルトに別れを告げ、次の冒険へと向かうための準備を始めた。彼女は新たな出会いと挑戦を求めて、再び世界を旅することを決意した。列車が最終目的地に到着すると、クララは荷物をまとめてプラットフォームに降り立った。彼女の心には、新たな記事を書くための情熱と、世界の謎を解明するための決意が溢れていた。さようなら、オリエント急行。次の冒険でまた会いましょう。クララは静かにつぶやき、前を向いて歩き出した。クララ・サンチェスの旅は、終わりなき冒険の一つの章に過ぎなかった。彼女はこれからも、真実を追い求めるために世界を駆け巡り、新たな物語を紡ぎ続けるだろう。影のない肖像画。エリザベス・コリンズは、ロンドンの高級オークションハウスから鑑定依頼を受けた。依頼内容は、謎の肖像画についてのものだった。依頼を伝えた人物は、肖像画には影がないと述べ、それが偽造品の可能性を示唆していた。影のない肖像画、興味深いわ。エリザベスは依頼を引き受けることに決め、オークションハウスを訪れた。ロンドンの街はせわしなく、車や人々が行き交う中、オークションハウスの古びた建物がそびえ立っていた。エリザベスはその豪華な玄関を通り抜け、受付で名前を告げた。エリザベス・コリンズ様、お待ちしておりました。どうぞこちらへ。受付の女性が親切に案内してくれた。エリザベスは案内に従い、広々とした展示室へと進んだ。展示室の中央には問題の肖像画が飾られていた。
その絵は美しく描かれていたが、確かに影がなかった。人物の表情は生き生きとしているのに、周囲の光や影が一切感じられない。これは一体。エリザベスは肖像画に近づき、その細部を詳しく観察し始めた。彼女が肖像画を鑑定していると、一人の男性が近づいてきた。彼はオークションハウスのスタッフの一人で、名前はアレックス・ブラウンと言った。コリンズさん、いかがですか？何かお分かりになりましたか？アレックスが尋ねた。まだ詳細はわかりませんが、この絵には何か特別なものがあるのは確かです。もっと詳しく調べる必要があります。エリザベスは答えた。実は、この肖像画には奇妙な噂がつきまとっています。過去にこの絵に関わった鑑定士たちが不審な死を遂げているのです。アレックスは低い声で続けた。不審な死？それはどういうことですか？エリザベスは驚きながら尋ねた。詳細はわかりませんが、彼らは皆、この肖像画の調査中に何らかの事故に遭ったと言われています。オークションハウスの裏に何かが隠されているのかもしれません。アレックスは不安げに答えた。エリザベスはその言葉に興味を惹かれ、オークションハウスの秘密を探る決意を固めた。わかりました。私はこの肖像画とオークションハウスの真相を突き止めてみせます。彼女は肖像画の鑑定を続けると同時に、過去に関わった鑑定士たちの死について詳しく調べ始めた。図書館やアーカイブを訪れ、関連する資料を集め、次第に真相に近づいていく。しかし、調査を進めるうちに、エリザベスは自分自身も危険にさらされていることに気づいた。誰かが彼女を監視しているような気配を感じるのだった。何かが起こる前に、真実をつかまなければ。エリザベスは心の中でそう誓い、さらに調査を進めることにした。エリザベス・コリンズは、オークションハウスの謎を解き明かすために本格的な調査を開始した。彼女はまず、肖像画の詳細な鑑定を行うことにした。絵の技術的な面、使用されている絵の具やキャンバスの素材、描かれた時代背景などを徹底的に調べた。肖像画を鑑定している間、エリザベスは他のスタッフや鑑定士たちと会話を交わし、情報を集めた。彼女がオークションハウスの歴史について尋ねると、スタッフたちは皆、一様に口を閉ざした。明らかに何かを隠している様子だった。ここには何か大きな秘密があるに違いない。エリザベスはそう確信し、さらに調査を進めることにした。ある日、エリザベスはオークションハウスの図書室で、過去の取引記録を調べていた。古い帳簿や報告書をめくるうちに、彼女は一つの奇妙なパターンに気づいた。影のない肖像画が関与する取引に関わった鑑定士たちは皆、不審な死を遂げているのだ。これはただの偶然ではないわ。エリザベスはそう考え、さらに詳しい調査を進めることにした。その夜、エリザベスはオークションハウスの閉館後も残り、内部を調べることにした。彼女は懐中電灯を手に、静かな館内を歩き回った。廊下を歩いていると、突然背後で物音が聞こえた。振り返ると、そこには一人の男性が立っていた。あなたがエリザベス・コリンズですね。男性は静かに尋ねた。そうです。あなたは？エリザベスは警戒しながら答えた。私はジャック・ハドソン。このオークションハウスで働いているものです。実は、あなたにお話ししたいことがあります。ジャックは低い声で言った。エリザベスは一瞬戸惑ったが、彼の真剣な表情を見て話を聞くことにした。二人は近くの空き部屋に入り、そこでジャックが話し始めた。私は、このオークションハウスの内部に詳しい人物です。実は、過去にこの肖像画に関わった鑑定士たちの死には、オークションハウスの闇が関わっているのです。ジャックは真剣な表情で語った。どういうことですか？
エリザベスは驚きながら尋ねた。影のない肖像画は、かつて盗まれた名画の一部です。オークションハウスの裏では、その名画をめぐる不正取引や暗殺が行われていました。私もその真相を突き止めようとしましたが、危険を感じて身を引きました。ジャックは重い口調で続けた。そんなことが。エリザベスは驚きとともに、ジャックの話に引き込まれた。あなたがこの肖像画の真実を解明しようとしていることは知っています。私も協力しますが、非常に危険な調査になるでしょう。ジャックは警告するように言った。それでも、私はこの真実を明らかにしたい。エリザベスは決意を込めて答えた。ジャックの協力を得たエリザベスは、さらに深くオークションハウスの内部を調査することにした。彼らは次々と証拠を集め、影のない肖像画に関わる巨大な陰謀の全貌に近づいていった。エリザベス・コリンズとジャック・ハドソンは、影のない肖像画に関わる巨大な陰謀を解明するために、オークションハウスの内部調査を続けた。彼らは特に、過去の鑑定士たちの不審な死に関する情報を集めることに注力した。ジャックの協力を得て、エリザベスはオークションハウスの内部に詳しい人物と接触することができた。その人物はリチャード・ホプキンスという元鑑定士で、現在はオークションハウスを離れて静かに暮らしていた。リチャードは、過去に影のない肖像画に関わった経験があり、重要な情報を持っている可能性があった。エリザベスとジャックはリチャードの家を訪れ、彼に話を聞くことにした。リチャードは最初は警戒していたが、二人の真剣な態度を見て話すことを決心した。影のない肖像画について話すのは簡単ではない。過去にこの絵に関わった多くの人々が命を落としているんだ。リチャードは重い口調で話し始めた。リチャードさん、その絵に何が隠されているのですか？エリザベスは尋ねた。この絵は、かつて名高い画家によって描かれた名画の一部だ。しかし、その名画は盗まれ、その後分割されて売られた。その一部が影のない肖像画だ。リチャードは答えた。分割された名画、それが影のない肖像画に関わる陰謀の核心なのですね。ジャックが確認するように尋ねた。そうだ。その名画には非常に高い価値がある。それを手に入れるために多くの人々が暗殺や不正取引に関与している。リチャードは続けた。エリザベスとジャックはリチャードから得た情報をもとに、オークションハウス内部でさらに調査を進めることにした。彼らは過去の取引記録や鑑定士の報告書を調べ、影のない肖像画に関する詳細な情報を集めた。ある日、エリザベスはオークションハウスの古いファイルから重要な手がかりを発見した。それは、影のない肖像画がオークションにかけられた際の詳細な記録だった。記録には、影のない肖像画がどのように手に渡り、どのような経緯でオークションに出品されたのかが詳細に書かれていた。この記録を見る限り、影のない肖像画は不正に取引されていたことが明らかです。エリザベスはジャックに言った。その通りだ。これを証拠として、陰謀を暴露するための準備を進めましょう。ジャックは同意した。エリザベスとジャックは、集めた証拠をもとに、オークションハウスの内部で行われていた不正取引や陰謀を明らかにするための行動を開始した。彼らは関係者たちと接触し、さらに証拠を集めるために努力を続けた。次第に、エリザベスは自身も危険にさらされていることに気づいた。彼女を監視する影が迫り、彼女の命を狙う者たちが現れる。しかし、エリザベスは決して屈せず、真実を追い求め続けた。何があっても、この陰謀を暴いてみせる。エリザベスは決意を新たにし、調査を続けた。エリザベス・コリンズとジャック・ハドソンは、
オークションハウス内部で行われていた不正取引や陰謀を暴露するための証拠を集め続けた。彼らはリチャード・ホプキンスから得た情報をもとに、オークションハウスの内部に潜入し、秘密のファイルや隠された証拠を見つける計画を立てた。ある晩、エリザベスとジャックはオークションハウスが閉館した後に内部に潜入した。彼らは懐中電灯を手に、静かな館内を慎重に進んだ。エリザベスは緊張しながらも、真実を明らかにする決意を胸に秘めていた。二人は地下室へと続く階段を見つけ、その先に秘密のファイルが保管されている可能性が高いと考えた。地下室は薄暗く、埃っぽい空気が漂っていた。エリザベスとジャックは古い棚を調べ、数々のファイルや書類を見つけた。これを見て、ジャック。このファイルには、過去のオークション取引に関する詳細が書かれている。エリザベスは興奮気味に言った。ジャックはそのファイルを受け取り、中身を確認した。確かに、これらの取引はすべて影のない肖像画に関連している。不正な取引が行われていたことが明らかだ。彼は同意した。さらに調査を続けるうちに、エリザベスはもう一つの重要な証拠を発見した。それは、影のない肖像画がかつて盗まれた名画の一部であることを示す文書だった。この文書には、名画の元の所有者や、分割されて取引された経緯が詳細に記されていた。これで全てが繋がったわ。影のない肖像画は、盗まれた名画の一部だった。そして、それをめぐる陰謀がここで行われていた。エリザベスは確信した。そうだ。これを証拠として陰謀を暴露し、関係者たちを法の裁きにかけるために行動しよう。ジャックは力強く言った。エリザベスとジャックは集めた証拠をもとに、関係者たちのリストを作成し、彼らを法の裁きにかけるための準備を進めた。彼らはオークションハウスの上層部にも接触し、影のない肖像画に関するすべての事実を明らかにした。しかし、その過程でエリザベスはさらなる危険に直面した。彼女を監視する者たちが再び現れ、彼女の命を狙って行動を起こした。ある夜、エリザベスは自宅で何者かに襲われそうになったが、幸運にもジャックが駆けつけて彼女を救った。エリザベス、あなたの安全が最優先だ。今後も慎重に行動しなければ。ジャックは彼女に警告した。ありがとう、ジャック。でも、私は決してこの調査を諦めない。エリザベスは強い決意を示した。二人は最後の準備を整え、すべての証拠を集めて法廷に提出するための手続きを進めた。彼らはメディアにも情報を提供し、影のない肖像画に関わる陰謀の全貌を公にすることにした。やがて、法廷での裁判が始まり、関係者たちは次々と証言台に立たされた。エリザベスとジャックが集めた証拠により、陰謀のすべてが明らかになり、関係者たちは厳しい判決を受けた。これで、全てが終わったわ。エリザベスは安堵の表情を浮かべた。あなたの勇気と決意がこの結果をもたらしたんだ。素晴らしい仕事だったよ、エリザベス。ジャックは微笑んだ。事件を解決したエリザベスは、再び美術鑑定士としての仕事に戻り、新たな依頼に挑む準備を始めた。彼女の名は美術界で広く知られるようになり、多くの依頼が舞い込むようになった。次はどんな謎が待っているのかしら。エリザベスは微笑みながら、新たな冒険へと向かう決意を固めた。エリザベス・コリンズは、オークションハウス内での陰謀を解明し、影のない肖像画の謎を暴いた後、彼女はその体験をもとに詳細な記事を執筆した。彼女の記事は多くの読者に読まれ、美術界だけでなく一般社会にも大きな影響を与えた。記事の公開後、エリザベスは美術鑑定士としての評価を一層高め、
さらに多くの依頼が彼女のもとに舞い込むようになった。彼女は新たな挑戦と冒険に胸を躍らせながら、次の依頼に取り組んでいった。一方、ジャック・ハドソンもエリザベスと共に事件を解決したことで、彼自身も大きな自信を得た。彼はエリザベスを支え続け、時には彼女の安全を守るために行動を共にした。エリザベスとジャックは、事件後も連絡を取り合い、互いの活動を支え合った。二人は、美術界における様々な問題や新たな謎に挑む中で、さらに深い絆を築いていった。最終的に、エリザベスはこの一連の経験をもとに一冊の本を執筆することを決意した。その本では、影のない肖像画をめぐる陰謀だけでなく、美術品をめぐる犯罪の実態や、それに立ち向かう美術鑑定士の役割について詳述されていた。本の出版は大成功を収め、エリザベスは講演会やセミナーに招かれるようになり、彼女の知識と経験が広く求められるようになった。彼女の話は多くの人々に影響を与え、美術品の保護と正しい評価の重要性が広く認識されるきっかけとなった。影のない肖像画の事件は、エリザベスにとって多くの挑戦と成長の機会を提供した。彼女はこの経験を生かし、今後も美術界での彼女の役割を全うし続ける決意を新たにした。エリザベス・コリンズの冒険はまだ終わらない。彼女はこれからも美術品の真実を明らかにし、その価値を守るために活動を続けていくのだった。